こんにちは、すいみーです。今回の旅は北海道の小樽、運河周辺や公園を散策します。自然や歴史的な建物もたくさん。ぜひ最後までお楽しみください。おはようございます。今回の旅は札幌にあるホテルの朝から始まります。泊まったホテルは京急 EX ホテル札幌さんです。朝食バイキングで朝ごはんです。お米は7つ星。海鮮も乗っけれます。ししゃもはカラフトシシャモだそうです。他にもビーフシチューとか結構種類が置いてあります。おかわりです。パンプキンスープとその上はザンギ。真ん中の上は北あかりのニョッキ。ニョッキは最高でした。カフェラテとかマンゴープリンのデザートもありました。ヨーグルトは 100% 北海道産だそうです。本当は朝ごはんは充実してて全種類食べきれなかったです。そしてすごく美味しかった。その土地のものが食べられるのは本当嬉しいです。これはフロントの前に置いてあるコーヒーメーカーですが、このコーヒーがすごく美味しかったんですよね。深みがあってしっかり味が出ていてフルーティーさがありました。お部屋でさっと準備をしたら出発です。それでは札幌駅から小樽に向かいます。ここでちょっとしくじれました。外の景色が撮りたかったんですけど、お客さんが増えてきてしまって端っこに追いやられて、一番綺麗な海の景色を撮り損ねてしまいました。帰りの電車でリベンジします。そうこうしているうちに小樽に到着します。レトロなランプがあります。これは昔の駅名標ですね。ちゃんと残されています。小樽駅の駅舎です。中はお土産売り場など充実してました。観光名所などで賑わいがあります。札幌行きの高速バスも出てますね。街の向こうに海が見えます。それでは運河のある方へ歩いて行ってみます。歩いてたら廃線になってる線路を見つけました。手宮線と書いてあります。結構向こうの方まで続いてます。手宮線跡地、これですね。長い。道路を挟んだ反対側にもこんな風に線路が。街の中を横切るみたいに結構長い距離で残ってます。ベンチに SL のアートを見つけました。小学生の作品です。結構年季が入ってます。いいなぁ。西洋風の建物がありますね。ここ小樽は歴史的建造物がたくさんあるんですよね。そろそろ運河のあたりです。見えてきました。これが小樽運河です。
運河の周辺を散策してみます。端から端までこの遊歩道を歩くと結構な距離になると思います。旅をするには体力がいりますよね。私は歩くのは好きですがバテやすいので、もうちょっと体力つけたいです。持久力かな。シャチホコです。小樽には倉庫にもシャチホコが付けられているものがあって、全国的にも珍しいものなんだそう。ちなみにシャチホコは空想上の魚だそうです。さっき見た手宮線を走ってた SL のことが書かれてます。アメリカ製の古典 SL だったそうです。歩いてきた方がこんな感じです。運河が使用されてた当時はこの川幅が倍あったということですね。観光地だけどのんびりしてていいな。ああ、観光船ですね。あれ乗ってもよかったな。なんかこの建物独特な感じ。倉庫だったとこかな。大きいし外階段がいっぱいある。螺旋階段、目回って落ちそうですね。裏に回ってみたけど立ち入り禁止でした。船がいっぱい止まってますね。散策路は御影石でイチョウの模様らしいです。漁船にランプがついています。イカ漁の船でしょうか。かもめ呼ぶ少女。ガス灯もあって海外みたいな雰囲気。夜は明かりが灯ってまたいい雰囲気なんだそうです。運河公園です。この公園は北運河と呼ばれる運河沿いにあります。お盆には灯籠流しのイベントなどで賑わうそうです。ここは倉庫だった建物で旧右近倉庫と言います。立派な建物です。強そうですね。あ、また線路です。これはさっき見た手宮線の線路の端っこになる場所です。手宮線は北海道で最初にできた鉄道だったそうです。こうして残されているのは本当に貴重なことです。それでは、小樽の街並みを眺めてみたくて、手宮公園の方へ行ってみます。手宮公園はちょっと高台になってます。頑張って登ります。
新緑だからでしょうか、薄黄緑色の木々が気持ちいいです。おー、結構上まで来ましたね。小樽は山に囲まれてて盆地みたいですね。海があるから盆地とは言わないか。なかなかいい眺めです。さらに歩いていったところに海を見渡せる場所がありました。いいですね。こういう散歩道楽しいですよね。小学校の遠足の時とか思い出します。なんかお弁当とか持ってきたらよかったかな。色とりどりの植物がいっぱいですね。ここにも桜が咲いてます。綺麗ですね。しばらく見とれてしまいました。鳥居の向こうから降りてきた感じです。昨日飛んでるみたいですね。タンポポ咲いてますね。見てるだけで癒されます。これはなんていう木かな。この枝は途中で上に向いていったんでしょうか。不思議。戻る途中でなかなか見晴らしの良さそうなところを発見しました。小樽の街がよく見えます。街を歩いてると本当にたくさんの歴史的建造物を見かけました。今も実際に住まれてたりテナントが入ってたりするみたいです。お昼ご飯です。海鮮にするか迷ったんですが、あったかいものが食べたくて朝幌さんというラーメン屋さんに入りました。あっさりの鶏ガラで
カツオも効いててさらっと美味しくいただきました。食後のコーヒーです。チャフさんというところです。豆はコスタリカを注文。ベリー系のすっきりした味でした。ところどころに観光案内があります。今回は観光案内へは行かずに行き当たりばったり旅でした。小樽市が指定している歴史的建造物は79件だそうです。実は指定されていないけど貴重な歴史的建物はまだたくさんあって、調査の対象になったのはなんと2357棟あったそうです。本当に歩いてるだけでタイムスリップしたような気分になります。どこを切り取っても絵になるんですよね。撮影もっと上手くなりたいな。小樽の街に残るまっすぐに続く手宮線のレール。まるで現代の風景に昔の情景が重なり合うような不思議な感覚になりました。小樽駅に戻ってきました。電車から海を眺めていると、まるで外国の絵本に出てきそうな景色。なんと表現していいか難しいです。ノスタルジックな雰囲気というか、これが北の海の景色なんだなと私は思いました。札幌駅で切符持って帰りたいですと駅員さんに言ったら、なんと北海道の形のハンコをしてもらいました。これは嬉しい。もうすっかり夕暮れです。札幌のホテルに戻ってきたので、これから夕食を食べたいと思います。こちらです。ご飯を外で食べようかなと思ったんですけど、いっぱい歩いて疲れたので、ホテルでゆっくり過ごしたいと思いまして、駅にある大丸百貨店のデパ地下でミニ海鮮丼が売ってたので、これにしてみました。美味しそう。サイズは小さめなので、がっつり食べたいときはちょっと足りないかも。ホタテが甘くて柔らかくて美味しかったです。これで980円くらい、私は十分満足な量でした。デザートです。このプリンは小樽駅の売店で買いました。なんとこのプリン、ワインとコーヒーが入ってます。プリンにコーヒーとワイン。これは食べてみてくださいとしか言いようがないです。甘いプリンにワインとコーヒーの大人の味が高級感を出してました。プリンとワインって合うんですね。ホテルに行ったらまた絶対食べたいです。おはようございます。今日は最終日帰る日となっています。ちょっと曇ってます。お部屋に別れを告げます。お世話になりました。宿泊したホテルの部屋を出るときっていつもちょっとしんみりします。北広島ホーム三河1番線に停まります。お乗り換え列車ご案内いたします。もう飛行機に乗って帰るだけです。ほんの少しですが、今回北海道旅できてよかったです。
終着の新千歳空港です。ホームは右側です。お忘れ物にお気をつけください。終着新千歳空港。実際に旅をすると見るものを感じることがイメージと違っていることが多いです。これだから旅はやめられません。今回の動画はここまでとなります。チャンネル登録と高評価ボタンいただけると嬉しいです。次はどこへ行こうかな。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。